開けるたびににやけるシャーペン、ペンテル、ケリー、爆速紹介。限定色も死ぬほどたくさん出ていて、ついつい集めてしまう。審査限定色もいつか作ります。審査限定色もいつか作ります。審査限定色もいつか作ります。ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今日の発表はずっとお伝えしたかったことで、本当に楽しみにしていました。本日はペンテルのシャーペンのシーサー限定色第2弾を発表していきます。その名もペンテル、ケリー、シーサーブラウン。第1弾は2023年ペンテルのスマッシュシーサー限定色を発表させていただきました。これが本当にとてつもない大反響をいただきました。たくさんのご購入本当にありがとうございました。僕自身ペンテルのシャーペンは昔からずっとお世話になってきました。だからこのコラボスマッシュだけでは終わらせたくないとずっと思っていました。そこでこの度僕が好きなシャーペンであるケリーのスペシャルカラーを作ることになりました。このチャンネルでもケリーは何度も紹介してきました。初めて僕がケリーを買ったのがこのブラックで、中学生の文房具にハマりたての時に近所のアピタに行って開封した動画とかすごく懐かしいです。はい、どうもこんにちは、クラフ TV です。はい、これ何だと思いますか？アピタで買ってきた、ペンテルのね、ケリーっていうね、やつなんですよ。これ1500円っていうね、財布にはとても痛々しい値段です。変わらぬ品質、本物の書き心地、トラディショナル、ケリー。僕の持ってるシャープペンでも、最高でも1000円のね、商品なので、もう一番高いシャープペンですね。よし、よし、すっげえ。ロマンの詰まったケリーに自分の色をつけてみたい。そんな夢がこの度叶いました。それではデザインをお披露目していきます。ペンテルシーサーケリー。化粧箱にもこだわって特別な一本にふさわしい佇まいにしました。ケリーの数ある限定色の中でかなりプレミアムなものになってるかなと思います。それでは開封していこうと思います。ペンテルの名作シャーペンケリーをベースに僕が色を監修した限定色。その名もケリーシーサーブラウン。いかがでしょうか？コンセプトはスマッシュと同じく木軸のペンや革製品と並べてもしっくり違和感なく馴染む美しいケリーです。僕はこれまでいろんな文房具を集めてきました。その中でも木軸のペンや革のペンケースっていうのがすごく好きで、使うたびに愛着が湧くんですよね。そんな道具たちにケリーが自然と溶け込むように、今回のケリーはカラーだけでなく質感にもかなりこだわりました。日本で販売するケリーでは初めてキャップを艶消し加工にして、で軸は半透明の透け感のあるブラウンとなっています。そしてペンテル5のロゴ。マットなキャップに半透明なケリーというのはこれまでになかった組み合わせです。僕はこれを完成して初めて見た時にちょっと鳥肌が立ったというか、これまで見たことのないケリーが作れたということで、もう本当に感動しました。かなりレトロでかっこいいケリーに仕上がったかなと思います。気になる発売日は2026年7月7日、シーサーの公式オンラインストアと全国の文房具屋さんで購入できます。そして価格なんですけれども、税込み5500円とさせていただきます。通常色のケリーが2200円なので、それと比べると正直結構します。ごめんなさい。ただ色を一から起こして、でこれまでにやったことのない組み合わせで挑んだケリーにしてもかなり珍しい一本なんですよね。そのこだわりの分どうしてもこの価格になってしまいました。詳しい販売方法などのお話はこの後しっかりと解説していきます。それではケリーシーサーブラウンについて詳しく見ていきましょう。まずはケリーの歴史から。ケリーが発売されたのは1971年。万年筆のように持ち歩けるシャーペンというコンセプトで作られたシャーペンです。万年筆という別名でも呼ばれています。ちなみに発売された当初は今のケリーという名前はなくてペンテル5というロゴで書かれていました。実はこのペンテル5、0.5 ミリの芯を表しています。当時のシャーペンはあまりシャーペンごとに固有の名前をつけるっていう文化がなくて、ペンテルの 0.5 ミリのシャーペンにはみんな同じようにペンテル5という名前が付けられていたんですよね。それがいつしかアイルランド原産のケリーという黒い牛にこの黒軸の見た目が似ているということでケリーという愛称がつきました。それがやがて正式名称になっていきました。50年以上経った今でも
古臭さを感じない、でも洗練されたレトロなデザインというのが文房具好きの心を魅了しています。そんなケリーの最大の魅力は何といってもこのギミックです。キャップを一度取り外してくるっと回して後ろから差し込むと、普通のシャーペンと同じようにノックすることができます。このケリーのすごいところは、ペン先を収納した状態の時はノックキャップが収納されている点です。で、いざ書こうと後ろにキャップを差し込むと、ノックボタンがニョキッと出現してノックができるようになります。キャップをしているのに普通のシャーペンと同じようにノックができる、ここのスムーズな動作が本当に秀逸ですね。今回のこのケリーの色味について見ていこうと思います。まずこちらの中央のリングとかクリップといった金具の色はシルバーにしました。前回のスマッシュがゴールド系だったので、あえてちょっと雰囲気を変えようということでシルバーにしてみました。そこからシルバーに似合うブラウンってどんな色味だろうと考えて生まれたのがこの軸の色味です。このキャップは日本向けのケリーでは初めての艶消しのキャップとなっています。これまでのケリーはつるっとした触り心地だったんですが、今回はそれを抑えたスベスベとした手触りになっています。木軸のペンとか革製品と並べた時にしっくり馴染む落ち着きを持たせたかったんですよね。なのでケリーにしてはかなり珍しい艶消しの加工を今回採用しました。このキャップはアルミ製となっていて、表面はアルマイトで着色をしております。実はこのマットな軸というのがすごく作るのが難しいそうです。生産をする上で通常よりもかなり傷に気を使うそうで、光沢のある軸よりも作るのが大変と伺いました。そしてこの表側にはペンテル5のロゴを入れました。これは発売当時のケリーに書かれていたロゴを再現したものです。通常のケリーのロゴも選べたんですが、このレトロなペンテル5のロゴが僕はすごく好きなので今回こちらにしました。そしてキャップの裏側にはペンテル×シーサーのロゴが刻まれています。あの名作シャーペンのケリーにシーサーのロゴを入れることができる。これは本当に光栄なことだなと思って、個人的にすごくね、このロゴを入れることができて嬉しかったです。そしてこの半透明なブラウンの軸、これも正直めちゃくちゃ気に入っています。過去に限定色として出ていたこちらの透明なケリーとかは、僕持っていて結構ケリーの中でも気に入っているんですけれども、今回ねせっかくなので半透明をやってみようということで、半透明のブラウンの軸となっています。半透明なケリーっていうのもかなり珍しいかなと思います。内部のメカがどう動いているのかっていうのが見やすいように、なるべく薄めにしたかったんですけれども、でも薄くなりすぎないギリギリのところを狙ってこの色味に落ち着きました。ちょっと日焼けしたような使い込んだような色味がうまく出ていて、ケリーらしいレトロな雰囲気をすごく引き出せたカラーになっているかなと思います。それでは書いていきましょう。僕はケリーの中で一番好きだなと思うのがこのノックの感触なんですよね。正直自分が持っているシャーペンの中で一番ノック感が好きかもしれません。シャキッとしたノック感なのにどこか滑らかさがあるんですよね。この感じが本当に絶妙で、これはねペンテルのシャーペンじゃないと味わえないノック感ですね。書いてみるとやっぱりケリーならではの安定感があります。しっとりと滑らかなこの書き心地が本当に楽しいです。ケリーはボディがすごく短いので書くときにクリップが指に当たってしまいます。そこはね短い分ちょっとご了承いただきたいなと思います。最悪キャップをこうやって取り外して軸だけでも一応書くことができます。これはこれでめちゃくちゃスラスラ書けるようになるので、めっちゃ早く書きたいときはキャップを外すのもおすすめです。ただ重くして合成感を出したシャーペンもそれはそれでいいんですけれども、でもケリーは軽やかさもありつつ上質な書き心地がある、この絶妙なバランスというのはなかなかケリーでしか味わえないかなと思います。こういうケリーみたいなキャップ式で持ち歩けるシャーペンっていうのはケリー以外にもあります。でもその中で僕はケリーが一番完成度が高いと思っていて、デザインもギミックも作りも全てのバランスがすごく高いんですよね。今回のケリーは文房具の卸をされているキテラ商事さんとのご縁から生まれました。
キテラ商事さんは卸だけでなくオリジナルの限定文房具とかも数多く手掛けている会社で、これまではスマッシュのキテラ商事限定色とかいろいろ手掛けてきて、で最近だとねキテラっていうブランドのリフトプラスとか、そういったところで最近話題のブランドとかも作っている面白い会社です。第1弾のシーサー限定色のスマッシュも実はキテラ商事さんと一緒に作らせていただきました。で今回もシーサーとペンテルの間にキテラ商事さんが入っていただいて、ペンテルさんに話をつないでくれて、今回のケリー限定色が実現しました。それでは最後に購入方法についてお伝えしていきます。まず前提として、今回のケリーは全体で約2万本を作ってもらっています。ただこれが一度に仕上がるわけではなくて、7月から11月にかけて毎月少しずつ完成していくんですよね。なので最初のうちは在庫が不安定になることもあるかと思います。そこはあらかじめご了承ください。スマッシュのシーサー限定色の反省も活かして、ペンテルさんにかなり無理を言ってたくさん作っていただきました。購入できる場所はシーサー公式オンラインストアと全国の文房具屋さんの2つです。まずは僕が運営しているシーサー公式オンラインストア。こちらは7月7日の夜19時から販売を開始します。弊社で販売する分は全体の一部を割り当ててもらいました。それが毎月少しずつ弊社の倉庫に入ってくる形になります。オンラインストアではお届け時期を選べるようにしています。各月で一定数の在庫を用意していて、その月の分が売り切れると最短のお届けが翌月にずれていくという形です。7月お届け分は発売日にはもう倉庫に入っているので、ご注文から最大7日以内に発送できる見込みです。で、8月以降に関しては予約販売という形になります。倉庫に入荷次第順番に発送していきます。なるべく多くの方に行き渡るように考えた結果、今回の予約販売というシステムを導入させていただきます。予約販売でも決済はご注文のタイミングで行われます。なのでお届けまでお時間をいただくので、その点ご理解の上ご注文お願いします。それからお届け時期の選び間違いにはお気をつけください。シーサ公式オンラインストアでは最初のうちは本当に申し訳ないんですが、お一人様1本までとさせていただきます。今後販売していく中で在庫に余裕が出てきたらこの制限も解除する予定です。それからシーサ公式オンラインストアでは4900円以上のお買い物で送料無料になります。なので今回のケリー5500円なので送料無料です。スマッシュのシーサー限定色も現在公式オンラインストアで販売中なので、もし気になる方はそちらも合わせてチェックしてみてください。そしてもう一つが全国の文房具屋さんです。先ほどお話しした卸のキテラ商事さんからその取引先である全国の文房具屋さんに卸されていきます。もちろん日本中すべての文房具店で取り扱いがあるっていうわけではないので、お取り扱いがあるかどうかはお近くの文房具屋さんに問い合わせていただけたらと思います。そして最後に正直なところを一つお伝えしなければいけません。今回のこのケリーのマットなキャップは安定して作るのがかなり難しいそうで、今回の約2万本に続けてまた作っていただけるかはまだ読めないんですよね。なのでもしかしたら今回のカラーがこれで最後になるかもしれません。なので気になっている方はぜひお早めにチェックしてもらえたら嬉しいです。そんな感じで今回はペンテルケリーのシーサー限定色シーサーブラウンをお披露目してきました。制作に携わってくださったペンテルさん、キテラ商事さん、本当にありがとうございます。ご視聴いただきありがとうございました。